こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらの方眼編みで編む、ショルダーバッグの作り方をご紹介したいと思います。ですね、こちらはもうほんとお財布と携帯とちょこっとしたものを持って、ちょっとカジュアルにお出かけしたい時にぴったりかなと思って作りました。しかもこの方眼編みのね、結構簡単な編み地なんですけど、こちらを前と後ろを編んで、このパーツをね、ここで剥いでいるんですけど、ここの部分とここの部分、そしてそれを剥ぎ合わせてパリッと縁が出るように編みました。このパリッと出ることによってちょっとワンランクアップするというか、いい感じになったかなと思ってます。で、こちらなんですけど、そのね、ショルダーストラップ、これ一応取れるようになっていて、こんな感じで、さらっと T シャツとかにカバン持ってお出かけとかでもすごい可愛いし、このストラップ外して持ったりとか、こんな感じで持ったりすることもできるので、すごいコーディネートに合わせて可愛く持っていただけるかなと思ってます。しかもこんな感じでね、折りたたんで、ショルダーにできたりもするので邪魔にならなくていいかなと思います。で、こちら、糸はエコアンダリアです。もう夏の定番ですね。で、やっぱり色もすっごく豊富で、もうベーシックなベージュだったりとか、そういうナチュラルな色もあるし、私は今回パリッとコーディネートのポイントにしたかったので、こちらのオレンジ色で編みました。すごく可愛くできたなと思ってます。で、ハンドルのつけるとこもぐるぐる巻いたりとかして、簡単なんだけど、さりげなくポイントがあって、コーディネートにちょっと映えるバッグを目指しました。結構ね、これね、1日2日で結構ささーっと編めたので、ぜひぜひ色違いで編んだりされてもいいかなと思います。ぜひ編んでみてください。動画の前に概要欄に糸の詳細、購入したお店、あとはこちらの編み図も販売しているので、オンラインストアの情報なども載せておきます。あと SNS、インスタグラムですね、やってるので、もしよかったらチェックしてみてください。概要欄にも URL 記載します。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんのエコアンダリアのオレンジですね。すごく綺麗なビビッドなオレンジ色で夏の日差しに映えそうなオレンジだなと思ってます。色番は98番のお色になります。そして使用するかぎ針はこちらの6号針を使用していきます。それではまずは作り目をしていきます。作り目は鎖編みで26目です。こんな風に糸を持って糸の下に針を当てます。そしてくるっと回してまた針に糸をかけてこの輪に通します。そしてキュッと引き締めます。これで鎖編みを編み始める準備ができました。ここから編んでいきます。針に糸をかけて輪に通して1目目、2、3、4、5、6全部で26目編んでいきます。全部で26目鎖編みが編めました。そしたらこちらが図案になります。こちら細編みと鎖編み2目と長編み2目と鎖編み2目、これを繰り返していく図案になっています。で、ここから作り目をしてこの1段目が裏になります。なので編み始めの糸端が右側に来る方が表となります。まず立ち上がり鎖編み1目、そして細編みを2目編みます。そして鎖編み2目編んでまた細編み2目、鎖編み2目、細編み2目という風に編んでいきます。1段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを1目編みます。そしたらこの作り目の26目目に針を入れるのですが、鎖1本と裏山、くるっと裏返した時にここにモコモコモコっと山があると思うんですが、これが裏山です。この鎖編みの向こう1本と裏山をこんな風に拾って細編みを編みます。細編み2目編みます。1目2目針を入れて糸をかけて引き出す、糸をかけて2本同時に引き抜く。これで細編みが2目編めました。そしたら鎖編みをここで2目編んで前段作り目2目飛ばします。そしてまた
細編みを2目、鎖編みを2目、そしてまた細編みを2目。この細編み2目と鎖編み2目を繰り返していきます。ちょっと一番最初の1段目だけなかなか安定しないので編みづらいのですが、ここを乗り越えてしまえば2段目とかからは結構簡単に編める編み地かなと思っています。はい、こんな感じで1段目が編み終わりました。次2段目。2段目は長編みと鎖編みを繰り返します。立ち上がり鎖3目、そして長編みを1目、この細編みに編み入れます。で、鎖編みを2目編んだら長編み、長編み、鎖編み2目、長編み、長編みという風に編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目、くるっと回して前段のこの細編みの2目目ですね、ここに長編みを編み入れます。そして鎖編み2目、長編みを2目、鎖編み2目、長編み、針に糸をかけて長編み、長編み、鎖編み2目、こんな感じで長編みを2目と鎖編み2目を繰り返して編んでいきます。こんな感じで2段目が編み終わりました。そしたら次3段目ですね。立ち上がり鎖1目、細編み、細編み、この前段の長編みに細編みを1目ずつ編み入れます。そして鎖編み2目、細編み、細編み、鎖編み2目、細編み、細編み。基本的に1段目と編み方同じですね。そしてこの2段目と3段目を繰り返して編んでいきます。3段目編みます。立ち上がり鎖編み1目、そしたら前段の長編みに針を入れて細編み、細編み、鎖編みを2目、そしてまた細編みを2目、これを繰り返して編んでいきます。この最後の細編み1目まで編めました。そしたらこの一番最後に編み入れるとこですね。ここは前段が立ち上がりの鎖3目です。この鎖3目の鎖1本と裏山を拾ってこんな風に針を入れて細編みを編むと3段目、3段目ですねが編み終わります。それではこの2、3を繰り返して編んでいきたいと思います。はい、21段目まで編み終わりました。こんな感じで編めてます。それでは今この21段目まで編み終えたので、最後にこの22段目編んでいきます。22段目はすべて細編みですね。前段が細編みのところは細編み、前段鎖編みのところは側ですくって細編みを編んでいきます。それでは22段目編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目、そしたらすべての目に細編みを編み入れていきます。前段が鎖編みのところは側ですくって細編み、前段が細編みのところは頭の鎖に針を入れて細編み、1目に対して1目ですね。このように細編みを編み入れていきます。22段目編み終わりました。こんな感じで細編みが編めてます。そしたら最後ここまで編めたら一度キュッと引き締めてこの糸をカットします。はい、これで完成です。それでは次はまちの部分を編んでいきます。ちなみに先ほどのここのパーツは2枚編みます。そしてこのまちの部分も
2枚編んで、ここの部分で剥ぎ合わせます。でまずは、編み方は基本的にここの編み方ともう全く同じです。一つだけ違うところがこの8段目789と続いてるんですね。ここの細編みと鎖編みの部分がここちょうどこの角になる部分でこんな風に3段細編み鎖編み細編み鎖編みの部分が続いてます。そこの部分だけ気をつけて、あとはこの図案通り40段まで編んでいきます。それではまちの部分編んでいきます。作り目で鎖編みを10目、はい、これで作り目が編み終わりました。そしたら編んでいきます。1段目立ち上がり鎖編み1目、まずは細編みを2目、鎖編みを2目、細編みを2目、鎖編みを2目、細編みを2目。この細編み2目と鎖編み2目が7、8、9は3段とも続く感じです。それ以外はこの細編み2目と鎖編み2目の段と長編み2目と鎖編み2目の段を交互に繰り返していきます。次は2段目立ち上がり鎖編み3目、そしたらこの立ち上がり鎖3目は長編み1目とカウントします。なので長編みがもう1目、そして鎖編み2目、長編み2目、鎖編み2目、長編み、はい、これで2段目が編み終わりました。こんな風にして、全部で先ほど図案で説明した通り40段まで編んでいきます。はい、40段目まで編み終わりました。とこのまちの部分なのですが、ちょっと数え間違えてました。40ではなくて30段目までです。なのでこれ全部でまちの部分40段編んでください。あ、間違えた。30段編んでください。それではこんな感じでスチームアイロンをかけてきれいに整えてきました。この4枚のパーツを組み立てていきたいと思います。そしたらこの2枚を剥ぎ合わせていきます。バッグの底の部分になるのですが、待ち針でこうくるくるっとかがってもいいですし、好きな感じで剥ぎ合わせていけばいいかなと思います。私は引き抜き編みで今回は剥ぎ合わせていこうかなと思います。こっち側とこの作り目をする下1本残ってる鎖1本をこんな感じで右側と左側で拾って糸を引き抜きます。この編み始めと編み終わりの糸をちょっと長めに残しておいて編んでもらった方が糸始末は少なくて良かったかもしれません。でこんな感じで1目目が拾えたら次の目も1目ずつ拾ってこんな感じで引き抜いていきます。右左1本ずつ目を取って引き抜く。はい、そうするとこんな風に2
平らでここに鎖の目が出る感じで剥ぎ合わされていきます。全部引き抜き終わったら糸をキュッと引き締めてカットします。そしてこの糸は内側できれいに始末をします。それではこのマチの部分とこのバッグの本体を剥ぎ合わせていきます。細編みで全部剥ぎ合わせていきたいなと思っています。こんな感じでこの一番端っこのここですね、この一番端の細編みの頭の鎖に針を入れて糸をかけて引き出します。ここから編み始めます。まず最初は立ち上がりの鎖1目、そして同じ場所にまた針を入れて細編みを編みます。そして次はこの表段、マチとバッグのこの側面、だいたい同じ場所ですねに針を入れて剥ぎ合わせていきます。で次はこの長編みの足、長編みの足はこのままそっくりそのまま拾ってしまおうと思ってます。長編みの足に対してそうですね、3目、長編みの足1本に対して3目編んで、この細編みの部分は1目、そしてまた長編みの部分を3目、こんな感じで剥ぎ合わせていきます。ここまで編めました。こんな感じですね。そしたらここのちょうどこのマス目がこんな感じで合うように剥ぎ合わせていきたいなと思います。でこの一番底を編む時はこの作り目の1本余ってるここ拾います。こんな感じで今針を入れました。この角の部分がちょっと目数が減ると少ないとちょっと微妙なので、ここですね、今ここにこんな感じで針を入れて、でまた同じ場所にもう一回角の部分だけ2目編むようにしてます。でそっから先はまたこんな感じでこんな風に編んでます。今この鎖2目のところ細編み2目編みました。でそれに伴ってこっち側ですね、このマチの部分は長編みの足を拾って2目編んでますね。なのでこの側面とはちょっと違うのですが、でここに、2目あるんですね。長編みを拾ってるここ細編み細編み長編み長編みで、ここは2目をここの細編み、この細編み1段の部分に2目編み入れつつ、こっち側は1目ずつ拾ってるっていう形になってます。はい、こんな感じでぐるっと編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで組み立てました。綺麗に組み立てられてると思います。それでは次はハンドル、ここにハンドルをつけるのとショルダーのストラップを作っていきます。ストラップは両方ともスレッドコードで作っていきたいと思います。スレッドコード、まずハンドルはだいたいこんな感じで作っていきたいと思います。ちなみに長さは
33センチですね。33センチのスレッドコードを作っていきます。なのでちょっとまずは1メーターちょいですね。今1メーター20センチぐらいを1本と、もう1本はこの糸玉につながっているものを用意します。そしてまずは端を1回結びします。こんな感じで、この残った糸ですね、糸でぐるぐるっと巻いてハンドルを巻きつけていくので、だいたいこのくらい端に残したいと思います。13センチぐらいですね。今残してます。ここからスレッドコードを編んでいきます。そしたらここから編んでいくのですが、まずこの糸に糸玉につながってない方ですね。ない方をこんな風に針にかけます。そして糸玉につながってる方に針をかけて、こんな風に引き出します。これを繰り返します。この糸玉つながってる方、糸 A として短い方 B とします。B をかけて A、B をかけて A をかけて、B を針にかけて A を引き出す。このようにしてスレッドコード33センチ編んでいきます。スレッドコードができました。そしたらこれをバッグにつけていきます。こことここにハンドルをつけていきたいと思います。こんな感じで2つに折って、ここをくるくるくるっと巻いていきます。今折り曲げてる幅が 3.5 センチですね。そしたらこれを巻いていきます。気持ちこのエコアンダリアを広げた方が綺麗に巻けるかなと思っています。こんな感じでこんな風に巻きます。で、いい感じに巻けたら最後は結んで、この内側に糸をしまって糸を始末しようと思います。こんな感じですね。キュッと、はい、綺麗に巻けました。そしたらこの糸は
内側にしまいたいのですが、なかなか針がいい感じに通らないですね。こんな感じでギュッと、そして糸をカットしていきます。こんな感じですね。はい、これを4箇所留めていきます。こんな感じでハンドルがつけました。そしたら次はここスレッドコードでショルダーストラップを作ろうかなと思います。このまま使用される方はもうこのままこれで完成でもいいかなと思います。はい、それではこのショルダーストラップの、スレッドコードは、だいたい94、5センチにして結ぶ部分も合わせたいので、結ぶ部分が10センチじゃないかな、95センチ、だいたい110センチぐらいのスレッドコードを作っていこうかなと思います。そしたらまずはこの糸を110センチの3倍ちょい用意します。そしたらこっち側にだいたい今110センチの3倍ちょいの糸で、こっちが糸玉につながってます。でここから編んでいきます。編み方は先ほどともうほぼほぼ一緒です。最初は鎖編みの作り目の時と同じような感じでこんな風に針に糸をつけます。こんな感じですね。輪になってます。そしたらこの糸 B を針にかけて、糸 A、糸玉につながっている方ですね、糸 A を針にかけて引き抜く、 B をかけて A をかけて引き抜く、 B をかけて、はい、こんな感じでご希望の長さまでスレッドコードを編んでいきます。はい、スレッドコードが110センチ編み終わりました。はい、そしたらこの反対側の糸端を内側にしまっていきたいと思います。そしてこの紐を完成したバッグに結びつけます。こんな感じかな。はい、こんな感じで結びつけたら完成です。こんな感じで完成しました。ストラップとハンドルがついたサコッシュです。それではサイズです。ストラップは先ほど作った通り110センチ、そしてハンドルの長さが24センチです。で、横幅が13センチ、高さが19センチですね。そしてマチは 5.5 センチになっています。重さです。重さが約 50g ですね。2玉以内で完成しました。いかがだったでしょうか。方眼編みのショルダーバッグ、結構簡単に編めたのではないかなと思ってます。ぜひぜひたくさん色違いで編んでお友達とお揃いとか、もしよかったら作ってみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。